プロホースの先端にネットをかぶせて輪ゴムで留める。これはまあありっちゃあり。水量は8リットル。海外では2ガロンタンクと呼ばれる小型水槽ですね。 LED ライトはジェックスさんのリーフグロー EX、 ロカマットは付属のものを使っています。水槽サイズに合わせて小さいメンテナンス用品を使うんじゃなくて、ただもちろんデメリットもあります。小型水槽なので水量が少ない。例えば人気のベタであればオスだと当然1匹ですね。はいどうも、ピバです。皆さん最近アクアリウムで注目のジャンルご存知でしょうか？若干個人的な思い入れも含んでいるんですが、最近流行ってると思われるジャンル、それが小型水槽。なんでそう感じてるかというと、最近こういった小型水槽の製品が増えてる気がする。水槽本体もなんですけど、アクアリウムに関する周辺機器なんかも小型水槽用のもの増えてる感じがします。水槽で言えば最近ジェックスさんから出たスリム水槽シリーズ、以前からあるボトルアクアシリーズ、寿さんからはレグラスハイクリアの小さい水槽も出ています。そして ADA さんも最近小型水槽すごい力が入ってる感じがして、 CO2 添加もできる水草水槽育成セットみたいな感じのミニ NA とか、小型水槽用のレイアウト素材のクムシリーズなんかも小型水槽ユーザーにはすごい注目されていたと思います。もちろん小型水槽っていうジャンルは以前から存在していました。当チャンネルでも初期の頃から小型水槽を注目して動画を投稿してきたんですけど、当時は小型水槽に対して結構批判的な意見も多かったです。それが現在様々な小型水槽容器とか水槽セットが増えてきたことを考えると、やっぱり小型水槽にはニーズがあったんだなとしみじみ思います。今見ていただいているのは寿さんの20センチキューブ水槽、全面が曲げガラスになっているレグラス R200 という水槽です。水量は8リットル。海外では2ガロンタンクと呼ばれる小型水槽ですね。こちらは2022年の6月に立ち上げた水槽なので、もう2年4ヶ月この状態をキープしています。現在の飼育生態は南沼エビなんですけど、これまでにベタとかチリーシュリンプなんかもこの水槽で暮らしてきました。さあ今回なんですが、最近流行っていると思われる小型水槽、こちらのメンテナンス風景をお届けします。小型水槽ってどうやってメンテナンスするのって思ってる方もいらっしゃると思うので、今回の動画参考になれば幸いです。まず最初にこの水槽がどんな水槽なのか、使ってる機材とかも合わせて紹介していきます。水槽はレグラス R200、 水量8リットルの水槽です。レイアウト素材には流木を大小2つ、使ってる水草はニューラージパールグラスとクリプトコリネ。クリプトコリネは葉っぱが細長いタイプと葉っぱがウェーブするタイプの2種類が入っています。 LED ライトはジェックスさんのリーフグロー EX。 ただこの水槽については使う LED ライト結構コロコロ変えていたので、ずっとリーフグロー EX で管理していたというわけではありません。そしてろ過フィルターには外掛けフィルターを使っています。今使っているのはジェックスさんのラクラクパワーフィルター M。 ろ過マットは付属のものを使っています。このろ過フィルターについてもつけたりつけなかったりしていたんですけど、ここ数ヶ月はこの外掛けフィルターをつけて水槽の管理をしています。今回のメンテナンス作業で一番やりたいのは前傾層となるニューラージパールグラスのカットというのも、1年以上何も手を加えてないのでかなり厚みが出てきてしまったのと、ちょっと生育状況もあまりよろしくない、なんか弱々しい葉っぱが全体的に広がっています。っていうかこれ本当にニューラージパールグラスなのかな。葉っぱのサイズ的にキューバパールと言われてもわかんないぐらい葉っぱがちっちゃいんですけど、多分栄養も少ないんでしょうね。低床にイニシャルスティック入れたきり、何も肥料追加してないので、そこら辺もちょっと対策したいですね。それと同じ画面に見えてる下のソイル部分、実はこれソイルっぽく見えてほぼエビの糞ですね。この積もり積もったエビの糞もなんとかしたいということで、これもめったにやってないんですけど、低床掃除をしたいと思います。他はガラス面の掃除とかろ過フィルターについてはろ過マット交換するだけなので大した作業ではありません。やっぱりこのトリミングというか水草のカット作業ですね。この作業にどんなメンテナンス用品を使うといいのか、小型水槽なのでちょっとした作業のポイントなんかも紹介します。小型水槽なのでメンテナンス用品もちっちゃい方が作業しやすそうに見えるんですけど、例えばこういった小さいハサミ、
これで水草をカットしようとすると、どうしても手を水槽の中に入れる必要があります。ここで注意なんですけど、小型水槽って手とかを入れると一気に水位が上がります。本当はもうちょっと手入れたいんですけど、これでも水が溢れそうなぐらいギリギリの状態ですね。そして小型水槽で手を突っ込むと、正直視界に入るのがほぼ自分の手になってしまって、何作業してるかよくわかんないです。こういったデメリットもあるので、やっぱり小型水槽のメンテナンス、水槽サイズに合わせて小さいメンテナンス用品を使うんじゃなくて、こういった一般的なトリミングバサミ、この長いタイプの方が作業しやすいと思います。ただハサミのタイプはカーブタイプとかウェーブの方が作業しやすいかなと思います。ストレートタイプのハサミだと、どうしてもハサミが45度ぐらいまでしか傾けることができません。ハサミの先端部分、水平に近づいた方が水草のカットしやすいと思うので、やっぱりカーブタイプのハサミの方が水平に近づいて作業しやすいと思います。もちろんストレートバサミで作業できないというわけではありません。なんか前髪をすく感じでチョキチョキと水草を刈っていくこともできるので、こういったカーブタイプのハサミなかったらなかったで問題はありません。そしてメンテナンスといえばピンセット、これも長いタイプがあると便利です。水草邪魔になったり、切りたい葉っぱだけを選びたい時に左手にピンセット、右手にハサミ、こんな感じで葉っぱの影になるところも作業しやすくなると思います。なのでメンテナンスといえばやっぱりピンセットとハサミ、これは小型水槽でも長めのものの方が重宝するかと思います。ただこちらの切った水草をすくう網、これは小さい方がいいかもしれません。これ通常サイズなんですけど、ちょっと小型水槽にはでかくって、おそらく流木とかのレイアウトに網が引っかかったりして、このサイズは作業しづらいと思います。ただビマークはちょっと小さい網どっかになくしちゃったんですよね。今回はこの網を使うか、ちょっとタイプが違うんですけど、上半分が網になってて下は水がすくえる網、これサイズちっちゃいのがあるので、どっち使うかはその時考えます。水草をすくう網、小さい方が便利です。あとガラス面関係ではスクレーパーですね。長いタイプより短いタイプの方が作業楽になると思います。アズーのブラックスクレーパーのように分割して短くできるタイプがおすすめなんですが、最近このアズーのブラックスクレーパー Amazon では在庫復活しないですね。楽天の方が商品あるかもしれません。もしくはこういったマグネットタイプのガラスクリーナーを使う。この水槽については全面が曲げガラスなので、スクレーパーとかマグネットクリーナーはうまく掃除できません。角の部分はメラミンスポンジを使います。もちろん小型水槽なので全部メラミンスポンジでやった方が早いかもしれません。そこら辺は苔の種類とかいろいろあると思うので、その水槽に合った作業方法を選んでいきましょう。さあでは水草をカットしていきます。一応流れ的にはこっちからこんな感じでカットしていって、どんどん後ろの方に下がっていくっていう感じでやりたいと思います。なかなかふかふかですね。本当はなんか小粋なトークとともにやれればいいんですけど、ちょっと余裕がないので黙っちゃいます。やば、抜けちゃった。結構やりがちなのが、ハサミで切ってそのまま上に持ち上げちゃう。そうすると葉っぱが絡み合ってるところが引っかかって水草抜けちゃうんですよね。このあたりいつまでも慣れないですね。いやでも長いハサミのおかげで作業はすごい楽です。
今水槽全面幅3センチぐらい水草を切ってたんですが、かなり水面に水草が浮いて作業しづらくなっています。これを網ですくっちゃう。細かい葉っぱは油膜取りとかで取る方法もあります。ただ小さな水槽だとちょっと水流とか強くて使いづらいかもしれません。さあこれで再び水草をカットしていきます。続いてクリプトコリネの枯れた葉っぱとかちぎれてる葉っぱカットをしていきます。黄色い葉っぱも切っちゃいます。そんな黄色くなかった。これでとりあえず水草のカット作業は完了。撮影しながらだとすごい大変ですけど、水槽ちっちゃいのでそこまで苦じゃないとは思います。続いてガラス面の掃除をしていきます。冒頭散々スクレーパー紹介したんですけど、メラミンスポンジでサクッとやっちゃいます。メラミンスポンジだと柔らかい苔は落とせるんですけど、スポット状苔とか頑固な苔はなかなか落ちません。そういった時はスクレーパー使うといいと思います。本当にサクッとですけど、ガラスの掃除完了です。続いて低床掃除なんですけど、こちらのプロホースを使って作業を行います。ただプロホースってこのパイプから汚れを吸い取るんですけど、もしかしたら汚れ吸い出す時に水草も一緒に抜けちゃうかもしれない。さっき水草カットしてた時にあんまり粘りが良くなかったんですよね。なので今回この水切りネット、これをプロホースのパイプにかぶせて水草を抜けないように作業したいと思います。これは今までやったことがないのでどうなるかわかんないんですけど、これで低床の汚れだけ吸い出せたらそれはそれで大成功。プロホースの先端にネットをかぶせて輪ゴムで留める。どうだろうちょっと不安ですけど、まあやってみないとわかんないですね。では作業開始。うわーうわーすごい汚れの量だ。あ、でも水草は押しつぶされるだけで抜けたりはしてないですね。これはまあありっちゃあり。どうしても水草抜きたくないっていう人は水切りネットをかぶせるのはありですね。
ちなみにこんな感じで水草潰しちゃってますけど、水草はたくましいのですぐ潰れた部分も立ち上がると思います。もちろんぐちゃぐちゃに潰れるような押しつぶし方はまずいと思います。一回掃除しただけでソイルのつぶつぶが確認できるようになりました。だいぶ汚れ取れましたね。水草も抜けなかったので、水切りネットをかぶせたのは正解かもしれない。じゃあ引き続き水槽全体の低床掃除を行っていきます。と思ったんですが、今水槽の全面の低床掃除しただけで水が3分の1まで減ってしまいました。もちろん水を足せば引き続き作業はできるんですけど、低床掃除完全に終わる頃には全冠水みたいな感じになっちゃうので、別の日に残りの低床掃除をやりたいと思います。小型水槽はどうしても水量が少ないので、水を吸い出しながら低床掃除を行うプロホース、一気に作業するのはちょっと難しいですね。最後に外掛けフィルターのろ過マットとストレーナースポンジを清掃して作業は完了。ただ外掛けフィルターのバクテリアの住処ってこのろ過マットがほとんどだと思うんですよね。このろ過マットは目詰まりして水が通りにくくなったら交換するんですけど、これを交換して新しいマットに交換するとバクテリアの総量が一気に減ってしまいそう。なのでビバアクアは今回1週間ぐらい前からこの空いてるスペースに新しいろ過マットをずっと入れておきました。これで多分ろ過マットにバクテリア住み着いてると思うので、古いろ過マットを抜いてあらかじめろ過槽に入れておいた新しいろ過マットをセット。これで多分外掛けフィルターのバクテリアの総量はそこまで減らないんじゃないかなと思います。そしてストレーナースポンジ、これについては結構水草が絡まってるので、本当は飼育水でもみ洗いするのがいいんですけど、目詰まりとかしてなかったらそこまでメンテナンス気にする必要はないかもしれません。今回は取り外してもみ洗いします。飼育水を取ってもみ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 。結構汚れが出てきましたね。もみもみ。ラクラクパワーフィルターのストレーナースポンジは結構目が粗いので、そこまで目詰まりすることはないかもしれない。本当にふわふわな目の細かいスポンジだと目詰まりは要注意ですね。多分目詰まりすると外部フィルターの流量落ちてくるので、それが目安になると思います。はい、綺麗になりました。これで小型水槽のメンテナンスはほぼ完了ですね。減った分の水を元に戻してメンテナンス作業は完了です。というわけで今回はアクアリウムの中でも今最も暑いと思われる小型水槽のメンテナンス作業について紹介をしました。小型水槽のメリットはやっぱりその小ささ。設置スペースも取らないし、重量もそんなに重たくないので、20センチキューブ水槽程度であれば合計で10キロぐらい。カラーボックスはさすがに不安ですけど、キャビネットとかテーブルの上にも設置できるすごいお手軽サイズなアクアリウムを作ることができます。それと揃える機材も小型になるので費用面でも抑えることが可能です。この水槽については立ち上げ当時総額7000円で立ち上げるっていう動画で実際に立ち上げたので、アクアリウムの初期費用を抑えたいっていう人は小型水槽も検討してみるといいかもしれません。ただもちろんデメリットもあります。小型水槽なので水量が少ない。実は水量が少ないっていうのは初心者には向いてません。アクアリウムで生態を飼育するとか水草を育成するとか、なるべく水量が多い方が水槽が安定して簡単になります。初心者向きかと思われたこの小型水槽、実は結構中級者上級者向け。もちろん定期的にメンテナンスをして適切に管理すれば初心者の方でも維持管理するのは難しくないと思います。実際にこの水量8リットルの20センチキューブ水槽で魚を飼いたい場合、例えば人気のベタであればオスだと当然1匹ですね。小型の熱帯魚でネオンテトラサイズの3センチぐらいの魚だと5匹ぐらいは飼育できるかなと思います。ろ過装置をつけると水流が生まれちゃうので、水流に弱い魚は飼育難しくなってきます。アクアリウムは生態を入れすぎるとどうしても失敗しちゃうことが多いので、こういった小さな水槽だと体長3、4センチの魚であれば4、5匹、チェリーシュリンプとかミナミヌマエビのような小さなエビであれば10匹、20匹は問題なく飼育できます。当チャンネルではいろんな小型水槽の動画、立ち上げやメンテナンスも含め紹介してますので、もしよければ当チャンネルの動画を見て何かしら参考にしていただければなと思います。というわけで今回の動画は以上です。もし今回の動画で何か得るものがあった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
バイバイ。